球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はウルトラマンエースの変身者である北斗星司と南優子がエースに変身するために行うウルトラタッチについての動画です。このウルトラタッチ、実は結構無茶なことやってるので有名で、どれだけめちゃくちゃなことをやっていたかとか、このウルトラタッチめちゃめちゃかっこよかったとか、いろいろ紹介していこうと思います。まあほとんどはいかに無茶なことをやっていたかの紹介になりそうです。ちなみに南優子が故郷に帰ってしまうまでの第28話までのウルトラタッチが対象です。はい、このウルトラタッチなんですけど、ウルトラシリーズにおいて非常に珍しいというか、ほぼ唯一無二と言ってもいいような、北斗星司と南優子がそれぞれ指輪をはめて、その手をタッチすることによってウルトラマンに変身するという非常に珍しい変身方法になっています。別にタッチするだけでしょ、何がそんなにめちゃくちゃなのってことなんですけど、まあじゃあとりあえず第1回の記念すべき最初のウルトラタッチ見てみましょうね。こうやってね、指輪が光って「優子誠司さん」ってね、お互いの名前を叫んで助走いる？タッチするのにまず助走いる？で走って大ジャンプからのタッチ。見てください、これどんだけ飛ぶねん。タッチじゃないでしょこれ。ウルトラクラッシュですよこれ。数十メートルは飛んでますよね。でもこれ第1話やから気合入っての大ジャンプとかじゃなくて、これがデフォルトですからね。こんなんでいちいち突っ込んでたら体力が持たないです。ちなみに2話にして早くもライダータッチとか言って2人ともバイクに乗ったままジャンプして変身してます。いや降りたらええやん。降りてからにしよう。そこはライダーとかなんかいろいろ大丈夫って心配になります。第2話にしてこれですからね。でここからは第1話みたいなデフォルトの大ジャンプからの変身とか、その意味不明なジャンプ力を利用してどっちかが戦闘機から脱出したところにジャンプしてクラッシュとか、一緒に脱出してとか、いろんなパターンが出てくるんですけど、第5話のウルトラタッチはかなりかっこよかったです。若い女性がアリ地獄に引きずり込まれるという事件が多発していて、優子がビビりながらも頑張っておとりになるんですよね。で優子がアリ地獄に引きずり込まれた瞬間に、そこに北斗が飛び込んでアリ地獄の中でエースに変身しました。これは勇気を振り絞っておとりになった優子もそこに飛び込んだ北斗も2人ともめちゃめちゃかっこよかったです。でその後は鳥獣に掴まれている北斗に優子が大ジャンプクラッシュしに行って変身したり、オーソドックスな大ジャンプ変身だったりしたんですけど、第8話のウルトラタッチもかなりの問題タッチでした。この前回の変身でエースバリアという大技を使ったせいで優子のエネルギーがほとんどなくて、もうろくに戦える状態ではなかったんですよね。でもそれでも戦わなきゃいけないので、優子はボロボロの体に鞭打って無理やり変身するんですよね。ここまでの流れは非常に良くて、本当は突っ込みたくないんですけど、突っ込まざるを得ないことがこの後起こります。優子ウルトラタッチだって北斗が言って、優子がはいみたいな感じなのに、優しく手でも握って変身するのかと思ったら、さっきまで横にいた北斗がスーッと向こうの方に走っていって、で走って戻ってきながら「優子!」っていつものテンションで猛ダッシュで向かってくるわけですよ。でって思って見てたら、優子は立てもしないほど疲弊してるんで、もうほふ前進みたいに地面を這いずり回っていて、そこに助走をつけた全速力の北斗がタックルしてウルトラタッチ。いや危ないやろ。その助走いらんやろ。なんでいつものテンションやねん。気を使いなさい。でその2話後の第10話では帰ってきたウルトラマンの二郎くんが出てきたんですけど、二郎くんと手をつないだままウルトラタッチ。いやバレるやろ。バラしに行ってますやん自ら。その後は大ジャンプ系のオーソドックスなウルトラタッチが続いたんですけど、第14話でさらにとんでもないことをしでかします。この回のウルトラタッチはあまりにもヤバすぎて、数年前のアメトーークでも紹介されていました。この時北斗は宇宙にいて、優子は地球にいたんですよね。だからもう物理的に絶対変身は無理だったんですけど、ゴリ押しで指輪が光ります。まさかって思ってたら、なんとモニター越しで禁断のエアウルトラタッチですよ。タッチとは一体？はい、皆さん画面に手を出してください。月9も出します。はい、これで変身しました。
まあもちろん話の流れ的に難しいとか制作者さん側はいろいろ大変とか分かってはいるんですけど、これはさすがに数あるウルトラタッチの中でも一番なんじゃないかというほどのとんでもウルトラタッチですね。はい、皆さん疲れてませんか？これだけ盛りだくさんでまだ半分の第14話までのウルトラタッチしか紹介できていません。まだまだいきます。第14話であの伝説の画面越しの強引な変身を決めてからさすがにやりすぎたと感じたのが、ここから少しウルトラタッチに変化があります。今までのはすごく遠目で見て2人の人間がクラッシュして変身していたんですけど、この辺りからこんな感じで握手みたいな感じでしっかり手と手を握り合って変身する回が増えます。あ、ウルトラタッチってこんな感じだったんだってちゃんと見せてくれるようになります。そしてなんと第17話にして文字通りタッチで変身するシーンが登場します。いやー、記念すべき回ですね。クラッシュではなく手と手を握り合うようになって、そしてついにタッチで変身しました。で、第19話20話はなんと2話連続で泳ぎながらのウルトラタッチになります。でも第20話の時だけなぜかちょっと潜ってからタッチしてます。で、今まではオーソドックスな大ジャンプタイプの亜種として脱出した北斗に優子がクラッシュしてっていうパターンがあったんですけど、第22話でそれの究極系が生まれてしまいます。いつも通り北斗が墜落しそうになって、脱出からの優子クラッシュパターンかって思って見てたら、優子聖司さんってなんとそのまま行っちゃいます。もう脱出すらしない。もうめんどくさくなってますね、完全に。もうこのまま行っちゃえみたいな。いけたんですね、それで。その次の23話では北斗がめちゃめちゃ命がけで死ぬかもしれないという賭けに勝ってなんとか異次元に転送されたんですけど、でもそうなると異次元でウルトラタッチをしなきゃいけないと。どうするんだろうと思って見てたら、タックのみんなと一緒にいた優子がいきなりターとか言ってジャンプして、それをゾフィーがキャッチしてあっさり異次元に移動します。もうほぼ何でもありだし、正体も隠す気ないしカオスです。けどその後の第26話でのウルトラタッチも第28話での2人でする最後のウルトラタッチも横にいる状態で力強く決めるウルトラタッチでめちゃめちゃかっこいいですので、毎回毎回めちゃくちゃではないということだけお伝えしておきます。ちなみにこの第28話は最後の2人のウルトラタッチと最初の1人のウルトラタッチが両方見れます。はい、こんな感じでツッコミどころだらけのウルトラタッチ特集でした。この変身方法非常に面白いと思いますので、この方式を採用した新しい作品とかも見てみたいなと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。